入れてあげることで中を確認できる。これ血管見えるでしょ。こんにちは、ヘビ屋のひろあきです。今日は貴重な映像が撮れたのでちょっとご紹介させていただきたいと思うんですけれども、ヘビって卵で生まれるパターンが多いんですね。うちにいるような子たちはみんな卵から生まれるんですけど、その卵って鶏の卵みたいにカチカチじゃなくてちょっと弾力があるんですね。ボールパイソンというヘビは孵化する直前に人間の手で切ることによって中身を確認できたりとか、ほっといたら死んじゃうような子を助けてあげたりとかっていうメリットがあるんですけど、そのエッグカットの様子を撮影しましたので、それちょっとご覧いただきたいなと思います。卵がお母さんから生まれてから60日ぐらいで孵化するんですけど、こういうねパーライトとかバーミキュライトの産卵床、卵を乗せるようなところに乗せてあげて、うちでは60日間管理をしています。でもうこれほっといても自分で出てくる直前の卵たちなんですが、こうやってハサミでですね切り込みを入れてあげることで中を確認できるんですね。慎重に切ってこうやってほら中を確認。そうするとお父さんの遺伝子とお母さんの遺伝子がどういうふうにミックスされて子どもの表現色や柄になるのかっていうのは本来だったら生まれてくるまでわからないんですけど、こうやって切ることによって少し早くどんな子が生まれるかなっていうのを見ることができたりします。鶏の卵だとね硬くてそういうのできないんですけど、こういうやや弾力のある材質なのでハサミで切ることができます。で卵の中には、羊水みたいな体液があって、そこにくるまれて包まれてヘビたちは赤ちゃんたちは約2ヶ月を過ごすわけですね。触って大丈夫なのみたいな心配もあると思うんですが、もうここまで来れば大丈夫ですね。あんまり早いとこう発生とか発達の途中とかだと危ないですけど、これぐらいもう直前になれば大丈夫で、卵の中には血管がこう走っているので、エッグカットっていうこのハサミで切る時は血管を切らないように、傷つけないようにそれを迂回したりずらしたりしながら切っていきます。パカッと。あんまり早く切っちゃうとね、まだ発達の途中で切っちゃったりすると雑菌が入ったりするので危ないんですけど、ここまで来れば大丈夫とね、生きてますね。でちなみに人間の手でエッグをカットしなくてもボールパイソンの赤ちゃんは口の中にこのエッグをカットするための突起みたいなのがちっちゃい頃はあって、自分たちでこう切れ込みをピッと口を開けて入れて頭をプッと出して孵化したりします。ここはブリードルームですね。お店じゃなくて、卵たちはお店じゃなくてブリードルームで、これ血管見えるでしょ。これをね切らないようにするんですね。卵をこうちょっとつまんで血管を下の方にずらして切るみたいな、こうやってつまんでちょっと卵の殻だけを上に引き上げてこう切れ目を入れて、そこから切り込みを入れていくと。チョキチョキよっ、綺麗な子が生まれてくれましたね。じゃん。うちでは赤ちゃんヘビが生まれてから、しばらくご飯を食べることに慣れさせて自分で飛びついてくるようになってからお店に並んでいます。販売をしています。でこのエッグカットっていうのはやっぱりブリードしてる人たちは最大の喜びの一つで、何が入ってるかな、どんな子生まれてくるかなっていうのをこうワクワクしながら切るわけですね。どんな子いるかなって、親のお父さんとお母さんの遺伝子何を引き継いで生まれてくるかなって。この子はね白黒じゃないですね。白黒になりうる遺伝子をお父さんとお母さんが持ってるので今ちょっと生まれたばっかりなのでむしろ青みがかってますが、その遺伝子を上手に受け継げば白黒になるんですけど、そうじゃない場合は白黒にはならなくて、できればその遺伝子を受け継いでほしいなと思いながら交尾をさせたりこうやってエッグカットをしたりするんですけど、それはねもう運命次第。この顔をねピッと出してきて可愛い。この子は白黒の遺伝子は引き継げませんでした。それはそれでね可愛いんですけど、
切れ込みを入れて数日間すると自分でもう卵から出よって言って自分たちで生まれてきたりします。このエッグカットって意味は2つあって、1つはその中身が少し早く知れるっていうことと、もう1つはほっといたら死んじゃうような子を助けたりすることができるんですね。この血管が絡まるとか、へその緒みたいなものが絡まって窒息したりしちゃうとか、そういう場合は絡まってる、これだと息できないかもっていう場合は、取り出してあげてその絡まりをほどいてあげたりすると無事に生まれてきたりと助けてあげることができたりします。メリットはこの2つですね。中身を知れるということと、ほっといたら死んじゃうような子を助けてあげられるということが2つのメリット。でもデメリットっていうかリスクもあって、慣れていればこうやってもうそろそろ切っても大丈夫だなとかっていうのが判断できたりとか、この辺を切るべきだなみたいなのが判断できたりするんですけど、慣れていない時はですね、早く切りすぎたりしてしまったりとか、血管を切ってしまったりとかする。でそうするときちんと育つことができなかったり、あるいは雑菌が入ったりして、中の赤ちゃんが死んじゃったりするので、そういうリスクはあります。ブリードし始めたばっかりっていう人は、結構そういう失敗というか事故を起こしちゃったりしがちなので、うちではブリードする場合はですね、切らないでいいんじゃないとは言ってます。切るとメリットもあるけどリスクの方が大きかったりするから、ほっといても生まれてくるから切らないでよかろうってご案内してるんですけど、でもね、大体みんな切るみたいんでしょうね。今日はボールパイソンの卵とエッグカットについてご覧いただきました。あの子たちはですね、うちでブリード用にずっと抱えていく子もいるし、こうしてお店に並んだりする子たちもいますので、もし竜で生まれた子いるって動画に出てたのはこの子ですよとかご案内できると思いますので、そういうお問い合わせもお待ちをしています。当店の販売しているヘビをご覧になりたい方は概要欄にあるホームページまたはライブ配信での紹介動画をご覧ください。飼育やご購入についてご質問のある方は公式 LINE からお問い合わせをお待ちしています。国産の自家繁殖ラットの定期発送サービスも行っております。概要欄にあるラット専用公式 LINE からお申し込みください。ただいま期間限定で毎月12名の方に送料だけで10匹のラットがもらえるお試しサービスを行っております。ラット専用公式 LINE からお試しラット希望とご連絡ください。